H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。こんにちは、みんな。私たちのショーへようこそ。今日は、ある女の子が KTV で働いていた時に体験した、本当に超自然的な話をしたいと思います。彼女の名前はリーです。彼女は KTV の夜勤のウェイターであり、一連の奇妙な出来事を経験しました。ネタ元は、スーパーナチュラルコミューンですが、今日の番組の最後には占い師さんも参加して、本当の内面や性格をイラストで診断してもらいます。興味のある方は最後までお付き合いください。以下の物語は一人称で語られますが、これらは私が KTV で最も印象に残った超自然的な体験の一部です。KTV は確かに不気味な場所で、私は3つの KTV に宿泊しましたが、どの部屋でも超常現象が起こりました。まずは桃園中にある KTV についてお話したいと思います。当時、私は夜勤をしていたので、同僚が時々人の頭が見えたなどの不思議な体験談を話してくれました。飛び回る頭、2階から泣き叫ぶ赤ん坊、そして夜の閉ざされたフロアでの奇妙な発見はすべて、KTV での私の超自然的な体験の一部です。平日は空いていないフロアで清掃作業をすることが多いのですが、フロアに人がいなくても信じられないようなことが起こります。一度、怠けて普段は入れないフロアで寝てしまったことがありました。眠りに落ちた時、突然耳元で、起きなさい。という声が聞こえたのではっと目が覚めて暗い廊下を見ましたがそこには誰もいませんでした。私は急いで起きて仕事に取り組み始めました。ボックス414を通過した時、中から笑い声が聞こえて、私は混乱しました。ドアをノックすると、中は新参で静かで、サイドドアを閉めるとまた音がしました。私は、ただ掃除しに来ただけだから気にしないで、と思い、向きを変えて別のボックスに行き、作業を続けました。個室の掃除をしていたら突然ドアが閉まり、急いで行って開けました。しかし、数秒後にまたバタンと閉まるということが何度かあり、とても不安になりました。もしかしたら別の同僚が私にいたずらをしているのではないかと思い、それを解明するために階下に彼を探しに行きました。後で同僚が口を揃えているのは、私はその階に一度も上がったことがなく、そもそも扉がおかしいのではないかと思っていたそうです。この説明を前にして、私はこの問題については深く掘り下げないことに決め、その後の数日間はそれについてあまり考えませんでした。ある日、突然フロアが開いて、深夜2時、通信社と男性広報員がパーティーのような雰囲気でやってきた。当時、ゲストがいるのは414番ボックスのみで、他のボックスは空で、エレベーターもその階は閉鎖されており、エレベーターのボタンはフロアの外でしか押せませんでした。1時間ほどパーティーを楽しんだ後、突然男女全員が幽霊が出た。と叫びながら飛び出してきて悪態をつき続ける人もいた。迷ったので、知り合いの男性広報担当者に聞いてみた。その時集結林の MV、キリーザイヤングを流したら、逆さまに釣られた女性の幽霊が画面に現れてずっと見つめていたと彼は真剣に話してくれた。そして歌が突然男女の合唱になり、とても怖くなったそうです。状況を説明していると、突然エレベーターが上がってきたので、全員で急いでエレベーターに乗り込み、1階のボタンを押しました。別の同僚に何が起こったのか尋ねましたが、その同僚は毒物を摂取して幻覚や幻聴があったのかもしれないと言いました。すると、またすぐにエレベーターが開き、彼らは再び叫び声を上げ、罵り続け、全員がセキュリティドアの方向から階下に走っていきました。私は歩いてエレベーターの中を確認し、階を押し続けましたが、確かに閉まっていました。同僚と私は黙って箱を掃除しに行きましたが、MV をもう一度見たとき、奇妙な気分になりました。同僚に聞いたら、キリーザイヤングの MV を流したって言ってなかったんですか？しかし、数分経っても曲が同じなので、次の曲に変更してみてはいかがでしょうか。
同僚からは、あまり質問しないように、すぐに片付けるように言われました。同僚が話し終わる前に、スピーカーが突然ブザー音を立って始め、画面が点滅し、再び歌い始めました。私が聞いたのは確か、キリー・ザイヤングという女性の声でした。私が画面を注意深く見ていると、同僚はすぐにメインスイッチを押し、彼は私を見て、私は彼を見つめました。聞いたり話したりしないでくださいと言われボックスを使い終わってドアを閉めようとした時再びスピーカーの共鳴音が鳴り響いた。メインスイッチが切れているはずだったのですが、確認のためにもう一度ドアを押し開けた時、その状況にショックを受けました。同僚は私の手を取って快下に行って、これ以上質問しないでください、と言いました。なぜ、キリー・ザイヤングの MV でこのような奇妙なことが起こったのか、今でもわかりません。実際、多くの KTV で火災や銃撃事件が起きていますが、私は前職では全く知りませんでした。同僚たちはそれが起こるまで私にそのことを明かしませんでした。前回のキリクシーヤング MV 事件から数日後、その日は休日の終わりでフロアを閉める必要があったことを覚えています。その時、2階にはまだ来客があったので、上司から7階に行って先に掃除をするように言われました。上がった後は歌を口ずさみながらタオルで床を拭き、楽しそうにワックスがけをしていました。踊っていると突然焦げそうな匂いがして何が燃えているのかな？一つ一つチェックし始めたのですが、焦げる匂いがどんどん強くなっていきました。箱から出して匂いを嗅いでみましたが、無臭でした。箱に入ってもう一度匂いを嗅いだところ、確かにその匂いがして吐きそうになりました。インターホンを使って監督者に電話すると、監督者が到着し、すぐに避難するように言われました。別の同僚がやってきて、何が起こっているのかを私に直接尋ねました。私は彼に吐き気を引き起こす不快な焦げた匂いを感じたと言いました。それは説明するのが難しく、ネズミの死骸のような匂いではありませんでした。彼は理解を示すためにうなずき、わかった。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 そして最初に別の箱を使って後でこの箱に対処することを提案しました。私がタオルを取りに腰をかがめていると、同僚がタオルを足で踏み、しゃがんでタオルを取りに来ました。彼はしゃがみながら他の箱の中で作業を続けた。フロア全体が密閉されていたので、上の階には誰もいないと確信していました。しかし、奇妙なことに、外の廊下から足音が聞こえ、それは一歩ではなく、混沌とした音です。ふと立ち止まって同僚の方を見ると、彼は私が聞きたいことを理解していたので、彼らはトイレを借りに来ただけで、からかうことはありません、と言いました。停止。利用後は2階へ振りました。そこで同僚はタオルを取るためにかがむのではなくしゃがむように私に言いました。不思議そうに理由を尋ねると、以前にも同じように腰をかがめた人がいて、何か異常なことが起こったとのことでした。何かを取ろうとかがむと、90% の確率で何か変なものが見えます。足の縫い目を見下ろすと、焼けた足が見えるかもしれません。その一方で、あなたの後ろに立っている人はあなたの動きを真似してあなたを見ています。鈍い目で同僚を見つめていると、しばらくして、また2階のボックスのスピーカーの音が鳴り響いた。同僚たちはすぐに箱に駆け込んで電源を切り、私たちは急いでパケットを掃除しました。この瞬間、奇妙な音が鳴り続けました。同僚は空気に向かって、ごめんなさい、ごめんなさい。最後まで言わせてください。と言いましたが話を終わる前に奇妙な音はすぐに止まりました。私たちは急いで掃除を終え、他のフロアに移動して手伝いました。その後、休憩所で同僚が2階がプラザ型 KTV だったところから火災が発生し、多くの人が亡くなったと明かした。その後、安全上の理由から2階は広い個室に改装されましたが、それでもここで乱闘や銃撃などの異常な事件が多発し、重大な死傷者が出ました。同僚たちは
ここには多くの超常現象があるが、それらの存在は人間に害を及ぼすものではなく、単なる礼儀正しい存在であると強調しました。挨拶だけしておくと、後で箱を掃除してくれたおばさんが、たくさんの不思議な体験を私に話してくれました。彼女はゲストのボックスを掃除するために急いでいた時、モップが単独で空中に浮かんでいるのを見た時、また、ボックスの中を火傷した足が歩いているのを見た時のことを彼女は説明しました。ある時、箱を掃除した後、彼女がドアを開けると、そこには年老いたおじが立っており、彼女に微笑んでいました。最初は怖かったですが、だんだん慣れてきました。おばがそれを同僚に共有した後、私は彼らから非常に称賛されたと感じました。サービス業の大変さはよくわかりますが、お客様への対応だけでなく、様々な出来事にも対応しなければなりません。しかし、彼らは決して文句を言わず、一生懸命働き続けました。その後も体調不良が続いたため症状は改善せず、喘息を発症した。賃貸住宅でも色々な不思議なことに遭遇しました。私は中国科学技術大学の近くの路地に住んでいますが、その角に小さな墓地があります。私の住んでいる場所は暗くて湿気が多く、太陽光線が入りにくいです。当時は土地勘もなくネットで調べただけだったので、大家さんに直接お金を振り込んで台中から引っ越しました。最初は近くに墓地があることに気づかず、大江に買い物に行った時にたまたま自転車で通りかかって初めて知りました。忘れて1年半しかかりないからすぐに乗り越えられるだろう、と思いました。ついに賃貸契約が満了となり、台中に戻りました。奇跡的に台中に戻ってから喘息はかなり良くなり、発作もほとんど出なくなりました。その後、南棟に転勤し、KTV で働いていましたが、また超常現象に遭遇しました。もともとこの体験を皆さんと共有したかったのですが、ネット上で共有したところ、お店から、棚から撤去してください。そうしないと訴訟を起こします、と言われてしまいました。たとえ真実を話したとしても非難されなければならないのですか？と尋ねました。そして私は最初から最後まで誰も名前を挙げなかったのに、なぜ名前を出す必要があるのでしょうか？したがって南棟の物語を皆さんと共有することはできませんが、番外編を提供することはできます。私が遭遇した超自然的な出来事を多くの人にシェアしてきましたが、多くの人はとても興味深く、なぜ私はそんなに冷静でいられるのか？私は自分の生い立ちをきっぱりと説明することにしました。私は子供の頃、山の中に住んでいたので、特に夜道が暗く、街灯も少ない時、別の空間から音を聞くことがよくありました。921の地震の後、私たちは山に住んでいたため、より安全な場所に避難し、テント生活を送ったことを今でも覚えています。時々、夜、寝ている途中に、鳴き声や犬のカタツムリが吹く音が聞こえました。目をこすって目を開けると、目の前に黒い影が浮かんでいた。困ったのでテントを開けて外を見てみましたが、辺りは深山で誰もいませんでした。1年以上テントで寝ていると、足音は聞こえなくなることもありましたが、テントの横で小便をしている黒い人影ははっきりと見えました。幽霊は小便をすることができるのでしょうか？中学生の頃はいつも広い墓地を通っていて、毎日授業の行き、帰りには必ず墓地の真ん中にある階段を通って学校に通っていました。どんなに授業が遅れても本当に近いので、私はいつもこの道を選びます。暗くなると墓石の上に何か白いものが見えることがあります。私は写真の記憶を持っていて、それを見ないふりをすることを選択したので、それには本当に慣れました。私にとって平成はごく普通のものになりました。高校生の頃、夜間部に通っていた時、自転車で家に向かっていた時、広くて暗い墓地の前を通りました。ある時、私が墓地を通過しようとした時、突然煙が前方を満たしました。あまり深く考えず、ただ乗ってみました。
しかし、乗っているうちに、なぜこんなに時間が経つのだろう、と突然感じました。誰かが私のバイクのリアウィングを引っ張っているような気がしました。長い間乗っているのに、なぜまだ家に帰らないのですか？とても混乱しましたが、考える勇気もなく、心の中で、お父さん、お父さん、と静かに言い続け、いつもお父さんに守ってほしいとお願いしていました。結局、乗って家に帰りました。母が心配するのが怖かったので、このことは誰にも言いませんでした。その後、義理の弟も同じようなことが起こり、翌日すぐにお寺に聞きに行ったそうですが、主人からは、荷車を引く幽霊に遭遇した、遊んでいただけだと言われたとのことでした。わかった。近所の人たちの中には、真夜中に車で戻る途中、車を止めようと手を振っている女性の幽霊に遭遇する人もいたが、彼らは彼女に会わないことを選択した。したがって、それ以降は何も見ず、聞かないことにしました。もっと恐ろしかったのは、その時は本当にバイクに乗りながら悲鳴を上げていたことだ。アクセルを限界まで踏み、ブレーキもかけずにハンドルを切ったまま転落しそうになった。その時、真夜中頃、墓地の隣の東屋で酒を飲んでいる中年男性のグループがいました。私が車で通り過ぎるのを見ると、彼らはすぐに私を追いかけるように叫び、数台のバイクがこのように私を追いかけました。そして洗練された人々の影響を受けています。あなたの心は良い考えで満たされていますが、時にはネガティブなものに影響されすぎないように注意する必要があります。B を選んだ友達、あなたはロマンチックで感情的な人です。ハート型のハートを選ぶ人は、通常、ロマンチックな夢に満ち、愛と人生への期待に満ちています。あなたは人間関係において感情的に無双家であり、愛を通して人生の意味を見つけることを望んでいます。ただし、感情的になりすぎて現実とのバランスを取る方法を学ぶ必要がある場合もあります。C を選んだあなたは合理的で冷静な考え方をする人です。ハート型の愛を選択することは対人関係において合理性と冷静な態度に注意を払うことを示しています。あなたは論理的思考に優れ、問題を分析して解決策を見つけるのが得意な人かもしれません。ただし、場合によっては合理的すぎるように見え、より感情的で感情的な要素が必要になる場合があります。D を選んだ友人の皆さん、あなたは賢明な考え方をする人です。ハート型の愛を選択することは、あなたが豊かな知恵と心の中で深く考える能力を持っていることを示しています。あなたは人生や哲学について考え、人生の真実を探すのが好きな人かもしれません。ただし、考えすぎの罠に陥ることもあります。時にはリラックスして、その瞬間の美しさを楽しむ必要があります。あなたは強い感情を持っており、他の人のニーズを理解し、適切なサポートを提供することができます。合理的思考により、感情に左右されず、冷静に判断を下すことができます。人間関係においては、あなたは愛情深く思慮深いパートナーであり、必要な時に常に適切なアドバイスを与えることができます。しかし、時には合理的になりすぎて、冷淡に見えたり、感情表現が乏しかったりすることがあります。感情面では、自分の感情を表現し、周囲の人が自分の内なる世界を理解しやすくするために、もっと努力する必要があるかもしれません。同時に、愛をよりカラフルにするために、過度に合理的になって感情的な側面を無視することも避けなければなりません。どのタイプであっても、誰もが独自の個性を持っており、お互いを尊重し、理解することを学ぶことが重要です。バランスを維持し、人間関係における違いを受け入れることで、人生はより豊かで興味深いものになります。私はこの種の心理テストはあまり信じていませんが、人の性格は複雑で変わりやすく、単純な選択で正確な結果を得るのは簡単ではないと思います。ただし、そのようなテストはある意味で個人の特定の特性や傾向を反映する可能性があります。
クイズの結果を受けて、私は特定の状況では冷静で合理的であるように見え、自分の意見に固執する傾向があることに言及したいと思います。そのため、人間関係において自分の意見が強すぎるように思われ、他の人の視点を受け入れるのが難しいと感じることがあります。しかし、この性格特性は、社交的に快適に過ごすことができたり、複雑な状況に対処するときにも冷静でいられるなど、いくつかの利点ももたらします。恋愛においては、自分の感情をよりうまく表現し、合理的思考によって引き起こされる緊張を軽減するために、確かに努力する必要があるかもしれません。一般に、このようなテストにはある程度の参考値はありますが、個人の固有の性格や生活スタイルを完全に置き換えることはできません。人はそれぞれユニークであり、いくつかの単純なカテゴリーに還元することはできません。今日のプログラムはここまでです。コメント欄にもっと超自然的な話を残しておきます。次回を愛しましょう。